鼻が詰まって息ができないとか、頬の辺が重たい、だるい、このおでこの辺が辛いとかですね、そのようなことでお困りのあなた。こんにちは、野村整骨院長の野村明夫です。本日は鼻炎、鼻づまり、副鼻腔炎、蓄膿症と呼ばれるものですね。それの改善方法についてお伝えします。はい、それではまずはじめに、あなたの体がどのような状態になっているのか、それを手短にお話ししたいと思います。副鼻腔炎ですから、副鼻腔というその空洞の場所があるんですね。その空洞に膿が溜まっていて、そして呼吸がしづらいとか、頭痛がするとか、この辺重いっていったような症状が出ます。もう少し詳しく説明しますと、その空洞がどこにあるのかですね。おでことこの頬の部分と鼻の手前とその奥なんですけども、これちょっとばらせるやつなんですけど、ばらすとですね、このおでこのこの上ですね、そしてこの鼻の奥ですね。鼻の奥、この辺りですね。この奥なんですけども。で、この頬の骨ですね。これ外しちゃって、頬というか上顎道っていうんですけど、上顎のこの辺りですね。このちょうど下、この歯の上になるんですけどね。で、その場所っていうのはこの鼻、すべて鼻ですね。鼻とか、鼻の奥ですね。にパイプがあってですね、そことつながってて、そのパイプがね、細い人とか、あと炎症で腫れちゃってる人だと、こういう排出がしにくくなって、ここ溜まって重いとかだるいとかっていう症状になってしまうんですね。で、もう一つね、余談なんですけども、スキューバダイビングありますね。あれで、時々した後頭痛起こる人がいるんですけども、それ大体このおでこのところとかですね、鼻の奥の上頸骨道っていう場所があるんですけど、そこの空気の圧力がうまく調節できない状態になっていますんで、そういう方でも今日のこの手技ですね、していただくと改善すると思います。はい、それでは早速、副鼻腔炎ですね、蓄膿症の改善方法を始めます。副鼻腔炎というのは、以前は蓄膿症と呼ばれてたものなんですけども、で、やる場所なんですけども、3箇所あります。このおでこのところの空洞をアプローチする方法と、この頬のところですね、の空洞にアプローチする方法。そしてこの鼻ですね、鼻の奥にアプローチする方法の3つになります。で、順番にやっていきますんで、おでこ、鼻、頬の順番でやっていきます。で、症状なんですけども、この頭、この頭痛ですね、おでこの辺が痛いとかですね、この辺が重だるいとか、この鼻の奥がだるいとか痛いとかですね、あと鼻づまりとかですね、そういったものの症状ですね、どれに当てはまるか。で、大体その場所に当てはめてしていただければいいと思います。ただ、全部ですね、この辺全体に症状が出ている方は、この3つ全てしていただいても構いません。それでは早速いきましょうかね。まずそのおでこのところですね。このおでこの部分をアプローチする方法は2つありまして、ここですね、眉毛の部分をぐーっと押すか、もしくはこの眉毛の下ですね、へこんでいる部分を下から上に押し上げるかですね。この2種類があります。これを各1分ずつですね。どちらでも構いません。で、その時に鼻呼吸を一緒に合わせて行ってください。鼻が詰まっている場合は口でするのは仕方がないんですけども、なるべく鼻でですね、吸うのも吐くのも鼻からできるだけ行っていただいて、それが難しい場合は口呼吸をしていただくという風になります。で、続いておでこのアプローチの次は鼻ですね。鼻はですね、このつなぎ目、ちょっとこの骸骨使いますね。わかりますかね？これちょうどここにねつなぎ目があるんです。このオレンジの線は頭蓋骨のつなぎ目なんですよね。で、この部分を広げるイメージで行います。で、やり方はどちらの手でも構わないので、片手をおでこに当てますね。そしてもう一方の手をこの鼻に添えます。そしてこの上の手と下の手を引き離すような感じですね。軽くゆっくりとじわーっと力を入れます。これを1分行います。で、その1分の間に先ほどお話ししたように鼻から吸って鼻から吐くという呼吸を合わせていただいて行います。いいですかね。で、最後はこの頬ですね。頬はですね、手をこのように組んでいただいて、しっかり組むよりちょっと浅めに組んでいただいた方がいいです。で、その状態でちょうどこの骸骨の骨でいうとですね、この辺りですね。この辺りをこんな感じで、そしてこれをぎゅっと締めるような感じですね。
この状態でキュッと締めるような感じ。実際にやってみますね。ちょっとね、手を斜めにしていただいて、ちょうどこの親指のこの辺りですね。この辺りでこの頬の出っ張ってるところをこの方向に押す感じです。こんな感じですね。それでしっかりと引っ掛けるような感じで、ちょっと首を上向きますね。でこういう感じでこういうふうに締める感じですね。親指のこの付け根で締める感じで、軽く締めるような感じに力を加えて、で先ほどお話したようにこれも1分間鼻呼吸で行ってください。はい。以上の3つになります。で、これ全部やっていただいても構いませんし、一度試してやっていただいてですね、で、一番調子のいいやり方、鼻が通るやり方をしていただければいいと思います。はい。いかがだったでしょうか。本日は副鼻腔炎、蓄膿症ですね。鼻詰まりとか、この鼻の重い感じとかだるい感じが残る方、もしくはそれによる頭痛ですね。それの改善方法についてお話ししました。で、最後にですね、私からのお願いですけども、チャンネル登録がまだの方は、チャンネル登録、この辺りにあると思いますので、ポチッと押していただいてですね、チャンネル登録をお願いします。で、この動画が役に立ったと思っていただけたら、グッドボタン、高評価ボタンもこの辺りにあると思いますので、同時に押していただければいいと思います。はい。それでは次回の動画でお会いしましょう。